こんにちは。この動画はケンズジャパニーズクラスです。このチャンネルでは簡単な日本語で日本のことを話します。今日のテーマはよく使われるオノマトペその8です。オノマトペにはドキドキやワクワクのように同じ言葉を繰り返すものがあります。でも、きっぱりやそっとのように繰り返さないオノマトペもあります。今回のオノマトペも日本語の自然な会話の中で出てきます。それでは一緒に見ていきましょう。きっぱり。きっぱりは強い気持ちで早く何かをするときに使います。自分が思っていることをすぐに言ったり行動したりします。例えばこのように使います。タバコをきっぱりやめました。できないならきっぱり言ってください。きっぱりは気持ちがしっかりしているイメージです。はっきり。はっきりはよくわかるときに使います。言葉や声、答えなどがちゃんとわかるときに使います。例えばこのように使います。名前をはっきり言ってください。はっきり聞こえませんでした。日本人ははっきり言うのが苦手な人が多いです。ズバッと。ズバッとは正しいことをすぐに言うときに使います。本当のことや大事なことをすぐに言うときに使います。例えばこのように使います。先生が答えをズバッと言いました。彼女はズバッと本音を話しました。ズバッとは少し厳しいけどすっきりする言い方です。どっしり。どっしりは大きくてしっかりしているときに使います。揺れたり動いたりせず安心できる感じです。例えばこのように使います。このかぼちゃはどっしりしています。父はどっしりと落ち着いていました。どっしりは落ち着いていて強く見える感じです。ピタッと。ピタッとは正しい場所に収まってずれないときや動いていたものがすぐに止まるときに使います。例えばこのように使います。ピタッとドアが閉まりました。電車がピタッと止まりました。きれいに決まった場所で止まってそのまま動かなくなるイメージです。そっと。
そっとは音を立てずに静かにするときに使います。また、優しく丁寧にという意味もあります。例えば、このように使います。赤ちゃんをそっと抱きました。ドアをそっと閉めました。そっとは静かで優しく何かをするときのイメージです。さっと。さっとは素早く動くときに使います。時間がかからずすぐに何かをするときの言葉です。例えば、このように使います。彼はさっと立ち上がりました。机が汚れていたので、すぐにさっと拭きました。さっとは無駄がなくて素早くきれいにという感じです。ひっそり。ひっそりは目立たないように静かにしているときに使います。人がいなかったり、静かに生活しているときの言葉です。例えば、このように使います。山の中でひっそりと生活をしています。夜の街はひっそりしていました。ひっそりは寂しいけれど落ち着いていて静かな感じです。今回は同じ言葉を繰り返さないオノマトペを紹介しました。私は仕事で嫌なことを頼まれたときはきっぱり断ります。はっきり言わないと伝わらないことがあるからです。ズバッと本音を言うこともあります。簡単な仕事はさっと終わらせます。仕事でトラブルがあってもどっしり落ち着いて話します。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。グッドボタンやチャンネル登録をしてくれるとすごく嬉しいです。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。